はいどうも、今回は視聴者様にいただきました Mac mini に NVMe を増設してフュージョンドライブを構築してみようと思います。あとですね、と思った方もいると思うんですけど、コメントでナレーションが欲しいっていう要望がありましたので、今回ちょっと入れてみました。どうでしょうか。というわけで、いただいてからまだこの Mac mini 一度も電源は入れていません。なので詳細も一切わかりません。一応なんですけど、バックパネルから推測するとレイト2014なのではないかと思われます。あれなんですよね、シリアル番号で調べれば一発でわかるんでしょうけど、サンダーボルト2ポートが2つありますので、おそらく2014で間違いないと思います。そしてですね、2014年モデルは2018年まで製造されていました。このモデルの CPU はインテル第4世代ハズウェルを採用しています。さらにストレージは NVMe に対応しています。はい、ではですね、説明はこのぐらいにいたしまして、まずは電源を入れて状態を確認してみましょう。はい、初期化されておりました。視聴者様ありがとうございます。OS はね、ハイシエラでした。そして2014年はまだサポートされていますので、最新の OS であるモントレーに更新することができます。これで最後のですね、メジャーアップデートとなりそうですけどね、嬉しいですね、これは。そして思った通り2014でした。CPU は i5 の 2.6GB となっていますので、調べますと Core i5-4278U とのことでした。i5 には 1.4GB、2.6GB、2.8GB とありましたので、真ん中のグレードになります。さらにこの上に、i7 の 3GHz があります。で、メモリが 8GB 搭載ですね。そして2014年モデルからメモリはハンダ付け仕様になりましたので、ユーザーによる交換はできません。CPU に関しても以前のモデル同様に、これもハンダ仕様なんですね。なので交換はできません。そしてユーザーが唯一手を加えられる場所があります。それはストレージです。現状ではですね、1TB の HDD が搭載されております。HDD はもちろん SATA で接続されています。そして実は2014年モデルには PCIe もあります。というわけで今回のミッションは、その PCIe に NVMe の SSD を接続して、さらに HDD と NVMe を合体させてフュージョンドライブを構築したいと思います。現状はですね、やっぱり HDD ですので起動が遅いのと、あと動作が若干もっさりしていますね。これを NVMe にですね、交換しまして、そしてフュージョンドライブにして大容量ドライブを構築していきます。はい、ではミッションスタート。それじゃあまずひっくり返して裏蓋を外していきます。それと以前のモデルでしたら蓋を回すことで外せてましたけど、今回からちょっと違いますね。カードのようなものを差し込みまして、ちょっと煽れば外せます。ちなみにですけど M1 Mac mini もこの方式です。ここからですね、ドライバーを使用しますけど、Mac 分解でおなじみのトルクスドライバーを使用いたします。星型になってるやつですね。私が最近使っているのは Annex っていうドライバーですね。これいじり止めもついていますのでおすすめいたします。そして今外しているのがアンテナプレートですね。ネジが非常に小さいのでなくさないようにしてください。今回は NVMe の増設だけですので、アンテナプレートは完全に外さないことにします。というわけで横にずらしておくだけにしておきます。はい、そしてこちらが今回買ったパーツです。まずはですね、キングストンの NVMe SSD 容量は 500GB にしました。価格は私が買った時で6000ほどでした。はい、そしてこちらがですね、Mac mini に SSD を取り付けるアダプターになります。こちらの価格は1590円でした。はい、で開封していきますけど、これ開けるとこないんですよね。なんでハサミで適当に切っていきますけど、ちょっとギリギリ切りすぎたかな。こういうパッケージ嫌いなんですよね。やっぱり嫌いです。はい、私の調べによりますと Mac 側のインターフェースは PCIe 2.0×2 理論最大転送速度は 1000MB、実行最大 800MB とのことです。というわけですので、こちらの SSD で問題ないでしょう。はい、続きましてこちらが SSD を取り付けるためのアダプターですね。
Amazon でもですね、何種類かこんなの売ってたんですけど、価格も安くてレビューも悪くないこちらを今回選びました。はい、そして付属品はこのネジだけですね。説明書とかも入ってなかったんで自分で考えて何とかしろと、そういう商品です。で、こちらのアダプターが対応しているのは NVMe と AHCI とのことですので、SATA には対応していないのでご注意ください。はい、それでは早速取り付けていきましょう。そして取り付けといってもですね、ただ端子に刺せばいいだけなんでめちゃくちゃ簡単なんですけど、ちょっと斜めに入れればやりやすかったですね。そしてこのネジをつけまして、このネジの真ん中にある溝、この溝にですね SSD がはまるように装着していきます。というわけでこの時点ではあまりネジを締めすぎない方がやりやすいですね。はい、はまりましたので、あとドライバーでここをがっちり固定すれば完成です。これでパーツ側の準備は整いましたので、あとは Mac mini に取り付けて OK です。取り付け位置はここですね。この広い場所になります。そして元からフュージョンドライブのモデルには、多分この場所に最初から SSD が入ってたんだと思います。そしてあと固定なんですけど、端子を Mac mini と接続して、あとは両面テープだけで固定するようですね。で、両面テープで固定しますので、ミスらないように注意してください。私は1回ミスってこんな感じになっちゃってます。剥がしてまたつければ OK です。ネジで固定するわけじゃないので若干の不安はありますけど、外れるような場所でもないので、大丈夫なんじゃないでしょうか。そして余ってたヒートシンクがあったんで、これちょっと取り付けます。はい、というわけでアンテナプレートを取り付けて完成といきたいところなんですけど、ここでちょっとトラブルが発生しました。なんとプレートがはまりません。完全にアンテナプレートとヒートシンクがぶつかり合っております。これはどうあがいても無理そうですね。せっかくつけたんですけどね、外すしかなさそうです。はい、というわけでヒートシンクはつきませんでしたけど、よく考えれば純正だってついてないからいいんじゃないかと。というわけであとは蓋を閉めて完成にします。次期 Mac mini は新筐体になって、あとカラフルになるとか天面ガラスとかの噂がありますよね。私はと言いますと M1 Mac mini の支払いがあと19回ありますので、しばらくはこのままでいきますけど。はい、ではコマンドプラス R を押して起動しまして、フュージョンドライブを構築していきます。で、やり方はなんですけど、Apple のサイトを見れば詳しく書いてありますので、OS が廃止エラー以降でしたら簡単にできると思います。はい、簡単にできました。おー、いいですね。フュージョンドライブ 1.5 テラフュージョン成功です。はい、そしてこれは事前に作っておきました USB メモリからモントレイをインストールしていきます。で、インストールしたんですけど、これがなんと1時間ぐらいかかっちゃいました。はい、じゃあここからですね、キャプチャー画像に切り替えます。フュージョンドライブだからなのかインストールに時間かかっちゃいましたね。けども無事にインストールは完了しました。はい、そしてフュージョンドライブです。で、ここでちょっとフュージョンドライブについて説明させてください。フュージョンドライブの歴史はですね、2012年に発表されて iMac と Mac mini に搭載されたんですね。そして MacBook などのノートには非搭載でした。それは SSD の速度と HDD の大容量をいいとこ取りしたストレージでした。当時は SSD の価格も今ほど安くなかったんですよね。そこでよく使うファイルは SSD へ、そして使用頻度の低いものは HDD へと、OS が自動的に振り分けてくれるシステムなんです。で、使われてた SSD は 32GB から 128GB まで、そして HDD は 1TB から 3TB まであったんですね。一見ですね、いいことばっかりのストレージのようなんですけど、使い込んでいくと SSD の容量が圧迫され、速度低下という弱点も持ち合わせております。2021年の現在では、フュージョンドライブはラインナップから姿を消しています。SSD の価格が手頃になり、フュージョンドライブのメリットがなくなっちゃいましたからね。そんなわけで構築したフュージョンドライブなんですけどね、なぜか起動が遅いんです。
ちょっと時間を計ってみたところ、なんと起動に5分。どうでしょう。そしてプログレスバーが半分になってからがものすごく長いんです。何度か再起動したんですけどね、変わんなかったです。なぜでしょう。とりあえずですね、原因はフュージョンドライブにあるんじゃないかってことで、解除しまして、そして、NVMe の SSD、そっちの方にですね、MacOS を単体でインストールしてみます。するとなんということでしょう。爆速で起動するようになりました。何だったんでしょうね。大容量の SSD との組み合わせが悪かったんでしょうかね。はい、というわけで一度はやってみたかったフュージョンドライブなんですけど、大容量 SSD には意味のないものでした。いや、最初から知ってました。